はい、こんにちは。山下夏実です。11月8日土曜日、東北新米小浜の映像、フリーライドとなってます。大会前日の日の1ラウンド目の映像をね、今回まとめていったんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ちょうどね、満潮から下げ始めぐらいの時間に、前日ですね、大会前日ついて、で、ついてね、すぐできそうだったんで、やっていってる感じです。ただ、着いた直後はね、この波の寄れ方と、慣れてないビーチっていうのもあるかな。っていうのもあって、かなりちょっと、最初苦戦しましたね。手前も深いしね。なんか変な巻き方をしてたんで。で、かつね、ちょっと風も横からの風が強くて、かなり難しめであったんですけど、こんな感じでいいライン取れたら、ラップラインをメインで、あとはたまに右側で来るこの流し気味なライン、スープで取れるようなやつっていうのも合わせながら取ってます。で、ドンピシャで合わせられればこういう感じでいいのが乗れるっていう感じでしたね。大会練習ってこともあってね、これはトリックとか、あとは今モンキークロールやってますけど、こういう感じでいろいろ試しながら練習していってる感じです。適度にいいライディングもいっぱいありますね。これとかはちょっと難しいけど、やっぱね、板がちょっと走りづらかったっていうのがあったので、かなり難しめというか完全な上級者向けって感じではあったんですけど、これとかもよく回しに行きましたね。最後、ちょっとバランス崩しちゃったけど。あとはね、これ左側にちょっとサイドボッシュ的に斜めに入る場所あるから、そこ狙ったりとかもしつつ、って感じですね。このラップいいね。ドンピシャ。で結構ピークを動きながらね、試して練習していってる感じです。さあ、これはいい位置っぽいな。ドンピシャの位置で横走ってコンプリート。これいいね。もうちょっと波が綺麗に巻いてたら多分ラップチューブ入れたと思う。これも一瞬軌道修正してターン。で、最後3ショビットまで。ナイスコンビネーション。さあ、モンキークロールでテイクオフして、ちょっとバランス崩したけど、ターンしながら一気にレール入れてラップですね。これ地味にテクニックがわかりますね。さあ、結構引きつけて、手前でテイクオフして、スプレーターン。いいですね。これナイス。結構いいタイミングで出ましたね、今のは。さあ、これもモンキークロール。この辺はもう風が強かった時間からモンキークロールしかしてないんで。で、ライナー側にチャレンジしたけど、これはちょっと位置悪いね。本当はね、もうちょい綺麗に巻いてきてくれたり理想だけど、ちょっとこれは巻きが難しかったね。ここでちょっと手前1枚越してターンでコンプリートかな。普通にコンプリートですね。ここでちっちゃいの1個越して、これね、早めにターンした方が良かったんじゃないかっていう風に思えるんですけど、ちょっと引きつけた方が今のはね、ピークのポジションが最後まで分かんなかったんで、正解だったかもね。引きつけてね。これちょっとこの角度分かんないけど、結構いいライディング。狙った位置が良かったね。ちょうど残る場所。よく合わせましたね。さあ、これもモンキークロールで、ちょっと手前がガタガタしてるけど、いいですね。これも本当にチューブになってくれればいいラインで合わせれてるんですけどね。そう、こっから、この位置で横走るからね。ちょっとレールは入ってなかったから、もうちょい綺麗にレールは入れたいですね、今だったら。東北、いい波っていうか、いいショアブレイクなんだけど、この難易度の高さっていうのがね、かなり、乗れるライダーを選ぶ部分なんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、これいいね、一発でターンして、ラップ。これもかなりいい。このラインを取るのにどれだけ苦労するかっていう感じですね。かなり上級者向けなんで、やっぱり。
特にこの日、大会前日はね、風もサイドオンぐらいで難しかったし、それも相まって、かなり難易度は高かったかなっていうふうに思います。その中でも、そう、いろいろこういうふうに試して、これとかスープだけど、いろんなラインを試して大会に向けてって感じでやってる感じですね。かなりいいショアブレイク。ちょっとやや平ら気味だったけど、いい傾斜って感じでしたね。あとは今、このテトラが映ってんだけど、このテトラ挟んで右側、今カメラが向いてる方向ですね。で、ちょうどテトラが途切れてる部分なんですけど、今ちょうどフレームアウトしましたけど、そこの部分がね、すごいいいですね。今やってるポイントも、この右側のポイントも、新米コア、いろいろピークがある感じです。さあ、これはライナー側。で、普通にターンですね。で、これ先ほど紹介した右側とかにも波見に行ったけど、結局こっちの方がこの日は良かったんで、こっちで練習していきます。大会会場もこっちだしね。今のラップいい。かなり、この水の量が多いの分かるかな、手前で。だからこれがなかなかね、板走らない原因というか、で、プラス風も強かったからね。だからこれはモンキークロールを主体でやってる感じです。そういった時にこのモンキークロールってかなりメリットがありますね。この風強いとか水が多い中でもこういう風に普通にアウト取って帰ってこれるので、風強いとかこういう水が多くて板が走らないって時のそのデメリットがかなり少なくなるんで、できたらいい技術ですね。この東北のショアブレイク、難しいこういう風な波を取るには必須のスキルだったんじゃないかなと思います。特にやっぱり風が強い時は便利ですね。こんな感じでちょっと大会前日、かなり難しい波なんですけど、ラウンド1ですね。大会会場で練習していって、かなり苦戦はしたけど、こんな感じでいいライディングもちょこちょこ出せててね。難易度高いけど、このいいパワーのショアブレイクっていう感じで、やはりここ、新米小浜は、日本屈指のショアブレイクビーチだなっていうのを、改めて1年ぶりに実感した感じでしたね、大会前日に。あとね、まだまだフリーライド編、一応デイ1、大会前日のラウンド2の映像と、あとは大会の日のフリーライディング編をまとめていこうかなと思うんで、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。